通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、スーパーマリオギャラクシームービーからの話題になります。ついにですね、今回スーパーマリオギャラクシーが全世界興行収入10億ドルを突破しましたね。ついに10億ドルクラブ入りしたということで、こちらね、大変話題になっております。そしてあれから、これね、前回お伝えしてから結構日が経つんですが、ロッテントマトの方もね、前回お伝えしてから進捗がありますので、このあたりも含めてね、特に批評家評どうなっているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、ついにですね、スーパーマリオギャラクシームービー、全世界興行収入が10億ドルを突破しました。批評家からはね、いろいろ言われておりましたが、結果的にはこうなったということですね。現在ね、こちら、日本でも入場者プレゼント第4弾キャラクターカードセット、6月5日配布決定ということで、これね、公開してからもう2ヶ月経ちますよね。なんですが、今月に入りましてもね、劇場来てくださいねと、こんなキャンペーンを継続しているということで、こういうの見るとね、劇場行って応援したくなりますよね。それにしてももう2ヶ月前か。早いな。そっちに驚いてしまいますが、このチャンネルでね、スーパーマリオギャラクシームービーについてやいの言ってから、もう2ヶ月です。で、あれからですね、ロッテントマトのスコアも、批評家評がね、ちゃんと2つに分かれておりまして、もう今ね、大変なことになってますよ。本当に。ちょっとそのあたりも含めてね、見ていきたいと思います。で、もうね、今日のこの動画の結論、スーパーマリオギャラクシームービーが10億ドル突破した。こういうことですので、ちょっとね、まずこちら最初にね、フォーブスになりますが、公開当初の空気感ね、このあたりをね、一回振り返ってみたいと思います。スーパーマリオギャラクシームービー、金曜日に4800万ドルを記録。好調なオープニング週末に、オンルート。順調な滑り出し。ということで早速ですが、こちらですね。en route あります。こちらが本日のキーワードになります。en route。どこかへ向かう途中、またはどこからか戻る途中。ということでこちらね、en route というのは途中でという意味になります。で、もうね、皆さん薄々お気づきかと思いますが、このね、on というのは英語っぽくないですよね。これね、フランス語の前置詞です。で、これがね、何々の上でとか、何々の状態でという意味になるんですが、こちらね、route、道ですね。つまり、道の途中でとか、そこへ行く途中みたいなね、こういったニュアンスになってるわけですね。じゃあね、どういった時にね、この前置詞が使われるのという話になるんですが、これはね、何かの法則があるとか、こういう時はこうなりますとか、そういうのではなくてね、セットで覚えちゃってください、これ。いくつかね、このセットのパターンがあるので、この en route というのは、その中の一つ。このように覚えちゃってください。で、中にはね、なんでこの英語にフランス語が使われてるのと思われる方もね、いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとね、このあたり解説しておきますね。で、こちらね、ちゃんとフランス語が英語に与えた影響ということで、独立したウィキもあるんですが、こちらですね、英語に取り入れられたフランス語由来の言葉の大部分は、1066年のノルマン征服後に英語へ流入した。ということでね、こちら、1066年のノルマンコンクエスト、つまりノルマンディーウィリアムがイングランドに侵攻し、ノルマン朝を開いたというあれですね。このウィリアムが話していたのがフランス語だったんですね。つまりこの時に元にありました英語にフランス語が大量に流入したと。で、これについてはね、すごく有名なエピソードありますよね。英語でね、牛のことをカウって言うでしょ。ただこれが牛肉になるとビーフって言うじゃないですか。これ豚も同じですね。英語ではピッグと言いますが、これが豚肉になるとポークって言うでしょ。これなんでこんなことになってるのかというと、カウとピッグは英語なんですね。なぜなら、これを育てていたのが庶民だったから。なんだけど、これがね、お肉になって食べるのは貴族側だったため、このビーフとポークっていうのがフランス語なんですね。これ知らなかった人も多いでしょ。このビーフとポークってフランス語由来なんですよ。羊も同じですよ。羊もね、動物の状態だと、シープって言うけど、これがお肉になると、マトンって言うでしょ。これも同じ法則ですね。つまり、英語には大量のフランス語が流入しているということです。で、その名残が垣間見えるのがこちら、en route という言い方なわけですね。ということでこちらは、スーパーマリオギャラクシームービー、金曜日に4800万ドルを記録。好調なオープニング週末に向けて、順調な滑り出し。スーパーマリオギャラクシームービーは金曜日に北米の映画館で4800万ドルを稼ぎ、今年これまでで最大の1日の興行収入を記録した。前作の10億ドル超えの大ヒット作ほど好意的な評価は得られていないものの、好調なオープニング週末となる見込みだ。ということでね、このスーパーマリオギャラクシームービー、これね、公開当時はかなりのスタートダッシュをしたんですが、勢いとしてはね、前作より少し劣る。このくらいな空気感だったんですね。で、ここにもね、書かれておりましたが、前作ほどの評価は得られていないと。
こういうことなんですよ。で、つまりここから、こちらね、4月4日の記事なので、2ヶ月経つわけですよ。そしてその結果が今回出たということですね。じゃあまず先にね、こちら、ロッテントマト見てみましょうか。すごいことになってますから。で、前回ね、この動画でマリオを取り上げた時は、このね、評価表2つに分かれていませんでした。現在はオールとトップで、これね、分かれておりますので、見ていきましょうよ。まずね、オールクリティクス 42%、トップいきますよ。はい。これは広い。26% ですよ。すごいでしょ。そしてね、ベリファイドオーディエンスが 88%、オールオーディエンス 85% ということで、ちなみにね、こちら前作になりますが、オールクリティクス 59%、トップね、それでも 44% なんですね。ベリファイドオーディエンス 95%、オールオーディエンス 93% ということで、いかにね、この批評家たちが、前作以上に今作を嫌っているのかというのがね、お分かりになるんじゃないかなと思います。で、以前の動画でもね、少し話してると思うんですが、これ確かね、ベリファイドオーディエンスが90何%だったんでしたっけ？で、オールオーディエンスが 89% とか、その辺でしたよね。で、もしこれがね、下に行くようなことがあれば、僕た個人としてはね、ロッテントマトというのは 80% と 90% で、かなりね、その評価に乖離があると思っているので、もし下に触れるようなことがあれば、やっぱり全体的に見てもね、評価は一段前作より落ちるのかなと、こんなお話をね、してたと思います。で、実際ね、結果見てみますと、やっぱりね、ちょっと下に触れてますね。なので、オーディエンス的にもね、前作よりは一段評価落ちるのかなみたいな、そんな空気感なのかもしれません。にしても、これね、もう大酷評ですよ。26% ということで、この乖離がね、非常に印象的な作品なんじゃないかなと思います。ボックスオフィス、スーパーマリオギャラクシームービーが2026年公開作品として初めて10億ドルを突破。スーパーマリオギャラクシームービーの興行収入が10億ドルを突破した。これは2026年公開作品として初めての快挙となる。この人気ビデオゲームを原作としたアニメ映画は、ユニバーサルとイルミネーションが任天堂と共同で制作した。ということで皆さん、なんとですね、今回ね、ついに、このスーパーマリオギャラクシーが今年の作品としては初めて全世界興行収入10億ドルを突破しました。現在ね、もうすでに6月になりますので、すごいでしょう。特にね、2026年映画が豊作だと言われていますから、そんな中でね、初めて10億ドルクラブ入りしたというわけなんですね。スーパーマリオギャラクシームービーの制作費は1億1000万ドルで、アニメ映画としては比較的低予算だ。そのため、莫大な利益を生み出す見込みとなっている。シリーズ前作のザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは、興行収入のモンスター級のヒットとなり、最終的に全世界で約14億ドルのチケット売り上げを記録し、上映を終えている。じゃあこちらね、ボックスオフィス文字になります。見ていきましょう。今年初めての10億ドルクラブです。こちらね、ドメスティックが4億2800万ドル。そしてインターナショナルが5億7000万ドルですね。そしてその合計見てください、これ。はい。本当にね、乗り立てほやほやという感じですが、10億5万3000ドル。このようになったんですね。でね、先ほどバラエティも言っておりましたが、これね、前作もそうなんですが、ハリウッド的な尺度で見ますと、バジェットがね、割と抑えめなんですね。これ1億1000万ドルと言われています。つまり、約9倍ですか。稼いでいると、ね、以前も勉強しましたね。大体ハリウッド作品で言うと、バージェット、その制作費ですね。この 2.5 倍から3倍を稼げば、トントンと言われているような状況なので、もうこれはね、もう本当に先ほどね、バラエティが言っていた通りですね。莫大な利益を生み出していると。このように言っていいんじゃないかなと思います。で、前作がね、約14億ドルということなので、おそらくね、ここからそれを超えることはないでしょう。なので、評価と、この興行収入の雰囲気は、おおよそ比例しているというように見ていいのかもしれませんね。で、こちらがね、現在、デイリーの最新の情報ですね。1位がですね、スケアリームービー。僕たね、このシリーズ大好きで、放題ね、最終絶叫計画と言いますが、この最新作ですね。これ予告編からかなり来てますからね。プロモーションもね、どうかしていまして、あれニューヨークだったかな、街のど真ん中でね、葉っぱを吸うという。ちなみにね、このスケアリームービー、スーパーマリオとは無縁ではありませんで、このね、ヒロインを務めております、アンナ・ファリスっていうね、女優さんがいるんですが、彼女はクリス・プラットの元妻なんですね。そして2人の間には子供がいます。で、2位見てください、これ。オブセッションですよ。ぜひね、これにつきましては、こちらの動画ご覧になってください。非常に低予算でね、Z 世代の YouTuber が作ったということで、大変話題になっておりますが、現在ですね、公開から24日経っておりまして、興行収入デイリーで2位なんですね。そしてその下、バックルームスですよ。すごいでしょ、本当に。これね、一瞬盛り上がったっていう話じゃなくって、ずっと継続してるんですね。そして第4位がね、これもしかしたら後日ね、個別で取り上げるかもしれませんが、マスターズ・オブ・ユニバース。この作品も以前ね、こちらの動画で取り上げております。ぜひご覧になってみてください。現在ね、かなりボックスオフィス苦戦していると言われてますよ。内容はすごいいいらしいんですけどね。で、その下5位がね、ラストアクト。これ
れインディアニメでしたよね。で、さらにその下にようやく来るのがマンダロリアン&グローブということで、どうなんですかこれ。スター・ウォーズ7年ぶりの新作がここにいていいんでしょうかね、オブセッションよりね、後に公開されているんですが、これ場合によっては追い抜かれる可能性あるんですかね。まだまだね、結構な差はあるんですが、切迫する可能性はありますよね。すごいことになっています。そしてその下がマイケルということですね。でね、この下ずーっと見ていきますと、はい、ここ、現在ね、14位にスーパーマリオギャラクシームービーがいます。ここね、見ていただくとわかりますが、公開してから68日経ってます。これを考えればね、まだここにいるというのは素晴らしいんじゃないでしょうか。だからもう少し興行収入は伸びそうですよね。こちら、ディスアスングフィルムがこれを伝えています。スーパーマリオギャラクシームービーが2026年、興行収入10億ドル突破した最初の映画となったと。ここワンちゃんね、10億ドルって言ってますね。今年ここまでね、白人男性が主人公の声優を務める健全な家族向け映画が最高のヒット作になった時の俺たち。マリオはまたやってのけた。任天堂はファンとの関係性が他とは違う。そしてその違いは興行収入を見るたびにはっきりと現れている。スーパーマリオは正式にマイケル・ジャクソンよりも大きな存在になった。これまだね、全然わかりませんけどね。ここにもいますね。マリオより先にうちのマイクが達成しなかったのは意外だな。公開日違いますからね。任天堂が映画やテーマパーク事業に力を入れていることを考えると、これからの世代の子供たちにとって新たなディズニーの立場を築こうとしている可能性が十分にある。これはでも本当にそうですよね。ちょうどね、先ほど出ましたが、マンダロリアンの件でもね、こういったお話出ましたが、スター・ウォーズというのは、やっぱりね、次世代に引き継ぐのに、失敗してると言われるんですよ、あれって。だからよくなんて言うんですか、ガンダムとかと比較されるんですよね。ガンダムっていうのは、世代を超えてね、父親も楽しめればその子供を楽しめるみたいな。それぞれのガンダムで愛されてるんですが、スター・ウォーズってそうならなかったと言われているんですね。今のね、ルーカスフィルムもそうですが、ディズニーっていうのは、これをどうやってね、次世代に引き継いでいくのか、ここに注力しているんじゃないかなってこともね、言われておりまして、その観点で言いますと、このマリオっていうのは、割とさらっとね、その辺やってのけてるのかなというような気はしますよね。子供にも人気でしょ。で、その一方でね、この方も言っておりますが、あの映画は本当にひどかった。今の映画業界と社会がどんな状況にあるのかを物語っているよ。映画自体はまあまあだった。名前だけで人を映画館に呼べるんだよ。すごいとは思うけど、あの映画ってせいぜい普通の出来だろ。どうやってそんな結果になったんだというような形で、結構ね、こういった意見も多くって、正直2作目に関しては、そこまで良くなかったよねと。それでもここまでヒットするんだねっていうようなね、こういった意見も結構見られます。はい、ということで本日はですね、スーパーマリオギャラクシームービーが2026年で10億ドルクラブ映画になったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。公開されまして、批評家からはね、いろいろ言われましたが、結果的にはね、きっちり10億ドルを超えてきたというような状況ですね。で、先ほどね、マイケルの話が出ておりましたが、現在ね、こちら、8億8000万ドルまで伸びてますね。つまりあと1億2000万ドルと。で、日本はね、公開がこれからということで、結構これね、ギリギリのラインです。日本で大ヒットすれば、十分狙えるというようなところ、割と本当にね、日本にかかってると思いますよ。ぜひね、マイケルもマリオに引き続いて、10億ドルクラブ入りしてもらいたいですね。ということでね、日本の皆さんも、2026年、初めて10億ドル突破したのがマリオだったというのは、どこかね、誇らしいんじゃないでしょうか。ぜひこれについてね、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。